皆さんこんにちは。今回は雪国に暮らす保護犬2匹がどんな一日を過ごしているのか、犬のカメラ目線でいろいろ動画を撮ってみました。ぜひ最後までご覧ください。まずは起きるところからスタート。今映っているのはジェマという女の子で、この右側の男の子がブライアン。2匹とも保護犬でアイルランドからやってきました。私たち夫婦は北スウェーデンの田舎町に半年ちょっと前に中古で家を買い、愛犬2匹と生活をしています。なんや1分ぐらいそれやってるけど、どうしたん？あいやん。北欧のうちには珍しく、うちはとても寒い家なので、寝室の扉を閉めて家族全員同じベッドで寝ています。Okay, let's go and pee, huh? Let's go pee. 起きてまず彼らが一番最初にすることといえば、Go and pee. Ryan. 朝からすごい元気なんですが、少し遊んだらおトイレの時間。そして中に戻ります。彼らが足早にキッチンに向かう理由は、そう、ご飯の時間。ジェマとブライアンは1日に2回ご飯を食べています。ちなみにジェマは22キロ、ブライアンは33キロなんですが、ジェマの代謝がすごく高いので、どちらも300グラムずつ同じ量のご飯を毎日食べて過ごしているんです。彼らの食費や生活費は前にペットショップの動画でお話をしているので、もし気になる方がいたらそちらもチェックしてみてくださいね。休日だったので11時頃みんなで散歩に行くことに。太陽もまだまだ低いところにはありますが、2月に入り極夜の暗い感じがなくなり、太陽がちょっとずつ出てきてくれるようになりました。私たちは北スウェーデンでもとても小さい村に住んでいて、うちの周りは森だらけではあるんですが、冬の森は雪が深くて入れないので、こんな感じの除雪された道をよく歩いています。そして地面が少し汚れて見えるのは、歩道用に引かれた転倒防止用の砂利。最近気温がプラスになる日が続いたこともあり、また氷点下に戻るとツルツルで危ないので、人が歩く道路にはこうやって砂利が引かれているんです。私たちが住む村の中心地が見えてきました。ここには生活に必要であろうすべてが一応揃っていて、まずはガソリンスタンド、その奥には資源ゴミが捨てられるリサイクルセンター、動画でもご紹介したこちらのスーパーに村人が集まる掲示板、郵便ポスト、そしてカフェも。この反対側には図書館と美容院、近くにはレストランも一つあるんです。そしてこの左の立派な建物は教会。なんとこの村には教会が2つありました。今湖の近くにいます。スノーモービルは北スウェーデンでは定番のアクティビティ。お隣さんもほとんどみんなスノーモービルを持っていて、晴れた日は凍った水の上や森の中をビュンビュン走らせているみたい。そう、ほらこんな感じ。もしこんな感じの犬動画もいいかもと思ってくださったら、
ぜひチャンネル登録や高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。What's this? 新しいね機材がうちにやってきました。今ブライアンの背中にこのアクションカメラを装着してます。Yeah. What is that, Emma? What is that? 今回は初めてアクションカメラを使った日の映像なのでまだまだ上手には撮れていないんですが、これからブライアンたちが自然の中を走り回っている映像だったり、普段の iPhone などで撮れない映像もこういったハーネスなどをつけて撮ってみたいなと思っています。皆さんも何かリクエストやアイデアがあったらぜひコメント欄で教えてくださいね。これでちょっとじゃあ少し楽しんでもらいたいと思います。いつも通りの生活をじゃあ送ってもらいたいと思います。 OK。 What do you wanna do? It's telling me to go to the kitchen. Kitchen? Is there anything fun in the kitchen? Maybe candy? Yeah. Right, sit. Emma, sit. Good guy. Lay down. Dead. That's correct. That's a good boy. Right up. Good boy. Yeah, we're done. We're done. Good guy. You wanna play? Both doggies against Danny. Come on. How do you hold it, Emma? How do you hold it? You have a pretty good grip, Emma. 引っ張り合いっこが終わったらまたおトイレに出てきました。ジェマは寒がりでトイレが済んだらすぐ中に入るんですが、ブライアンは外が大好きで一人遊びをしたり近所の人をスパイするのが好きなので、よく周囲をじーっと眺めていたり、こうやって氷を食べながら過ごしているみたいです。It's your turn to be camera dog now, huh? It's your turn to be camera dog. You did a good job as a camera dog, Brian. Now it's Emma's turn. 次にジェマはどうやって過ごしたいかというと、いつものソファーの定位置でずーっとのんびり。ジェマとブライアンはこのソファーで1日の半分以上を過ごしているんじゃないと思うぐらい、とにかくソファーが大好きで、いつもこんな感じでゴロゴロしています。3時半になり、もうそろそろ外行こうよということで、ヨハンはジェマと2度目のお散歩です。Let's go for a walk. Let's go for a walk. And walk this. Walking. このハーネスをつけたまま行くことができるみたい。そして私はソファーのところでテレビを見ています。ブライアンと私は多分もうちょっとしてからお散歩行くのかな。それでは少しだけジェマ目線でお散歩をお楽しみください。ちなみにこの日の日の入りは3時30分。残念ながらもう日の入りを過ぎていたので、これからどんどん暗くなるわけですが、極夜で1日の20時間以上が真っ暗だったあの頃から比べるとだいぶ明るくなって、日照時間が8時間ぐらいになっています。そしてこれから1ヶ月後の春分の日には
日の長さが12時間になるので、太陽がどんどん出てきて毎日日が長くなっているなって本当に実感します。ジェマやブライアンの性格や過去についてはまた別の動画でお話ししたいんですが、ドッグトレーナーの方に相談をしに行った時に、ジェマが生きやすくなるためにはもっと自己肯定感を上げた方がいいというふうに教えてもらい、どんな小さなことでも褒めてあげるようにしています。今回も何の問題もなく無事に家に帰ってくることができました。That was nice, wasn't it? It was nice, wasn't it? Nice walk. ブライアンとジェマは出会った頃から仲良しでしたかという質問をいただいたことがあるんですが、ブライアンはどの犬も大好きなので全く心配していなかったんですが、ジェマの方が少し心配していて、でもすぐブライアン大好きみたいな感じになってくれて、数日も経つとこんな感じで仲良しに。どちらも寂しがり屋なんですが、こうやってずっと2匹で一緒にいられるので良かったなと思います。北欧暮らしの冬のルーティンは画面が暗くなりがちということで、別日に撮った晴れの様子もここでお見せしたいと思います。北スウェーデンには松の木みたいな針葉樹が一番多いんですが、私が一番好きなのは今は葉が落ちて寂しい感じがするこの白樺の木。多分北海道にもありますよね。この真っ白な景色も大好きなんですが、もう冬が長すぎて早く新緑出てこいって言いたくなる今日この頃です。それではまた夜のルーティンに戻っていきましょう。私たちが夜ご飯を食べ終わると彼らも夜ご飯の時間。スウェーデンでは日本よりも晩ご飯の時間が早めで、私たちは平日だとヨハンが帰ってくるのが4時過ぎなので、まあ5時ぐらいにはご飯を食べていることが多いです。スウェーデンの人が4時に仕事が終わって家で何をしているのっていう質問も前にいただいたことがあるので、もしリクエストがあればそちらもいつか動画にしてみたいなと思っています。ブライアンが向かう先はリビングの角っこの L 字ソファー。たまにこうやって甘えるブライアンがすごく可愛いです。実は先日より YouTube でメンバーシップという新しい取り組みに挑戦させていただいています。ベスティスメンバーにご登録いただいた久江さん、梅むすびさん、奥大部さん、あくびさん、まきさん、みきさん、そしてコンピスメンバーに入ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。これまでもうおしゃべり動画を3本出していて、次の水曜日にはお蔵入りになったあるモーニングルーティン動画をアップする予定です。もしご興味がある方がいたら概要欄にリンクを貼っていますので、そちらからぜひチェックしてみてくださいね。それでは夜の散歩の準備をしたいと思います。ちなみにこれは USB で充電ができる光るネックレスみたいなやつで、暗くなって散歩に行くときは必ず使うようにしています。こういったオレンジのハーネスにも一応点々点って反射板がずっとついているんですが、車を運転していると意外に犬って見えないなっていう風に感じているので、安全第一でこういったネックレスを愛用中です。実際に外を歩くとこんな感じ。そしてブライアンの目線の先にはジェマとヨハンがこちらに近づいてきています。やっぱりネックレスがあると見やすいですよね。そしてこちらはオーロラをスクリーンレコーディングで撮ったもの。夜に散歩をしていると、あ、オーロラだってなることが結構最近多くて、毎回見るたびに嬉しくなります。とっさに撮影したということもあってグリッドが入って見にくいのが申し訳ないんですが、オーロラって生きてるんじゃないって思うくらい結構うにょうにょ動くので、いつか皆さんも北米や北欧の北極圏の近くに行く機会があったらぜひ生で見ていただきたいです。この地域だとマイナス15度より寒くなることもよくあるんですが、1日3回の散歩は絶対に欠かさないと決めているので、スキーウェアみたいなモコモコを着て散歩に行ったりしています。特に夜は寒いので本当に覚悟をして散歩に行くっていう感じです。そして時刻は10時を過ぎ、お決まりのソファーで休憩する彼らにもう寝るよと声をかけると、
ジェマ上にやってきました。 Shall we go to bed? Yeah. これからまた家族みんなで一緒に寝たいと思います。寝ようか。そうそう、寒い時はブライアンたちもこんな感じの格好で散歩に行っています。それではまた来週もお会いしましょう。ヘイドー。